スピリチュアルを科学で解明。ピッコロさん、神とネイルと核融合。ご機嫌いかがですか？どうも、ワスです。ここ数回ほど、感情の仕組みや感情の浄化にスポットを当てたビデオが続きましたが、今回から心霊世界を科学的に解明するシリーズに移ります。もともとワス自身は、さほど信仰心のないところから、段階的にスピ系バリバリに目覚めてきたタイプなので、施策の参考になる有益なトピックを案内できると予感します。一気にスピリチュアルな話題に突き進むことも考えましたが、いや、俺っちそもそも神様なんて信じちゃいないし、科学的に証明できないことを信仰してバカじゃないの？という、かつてのワスのような考えの人もいると思うので、前提とする考え方や捉え方の相違を埋めておかないと、そもそもこれから先のディープなスピ系のお話も意味をなさなくなっちゃうんじゃないかと考えました。というわけで、ワス自身がスピリチュアルな領域に片足を突っ込んで、全身までどっぷりと浸かる契機になった科学的アプローチからのお話をいくつかしていきます。これまで自分が生まれてこの世界にいる理由が謎すぎて、この宇宙の仕組みが知りたい、真実を理解したい、悟りたい、涅槃に至りたいと考えながら生きてきたので、あなたにとってもその探求の一端が参考になれば嬉しいです。まず大前提として考慮に入れておくと良いのは、一流の科学者ほど神の存在を信じているということです。科学的に証明できていないことを科学者たちが信じてるなんて、かなり意外に思われるかもしれません。ですが、科学や物理学、量子力学の最先端を学んでいくほど、目に見えない存在を認めざるを得ない事象が多々あるんです。有名な科学者と聞くと、アインシュタインの名前が思い浮かぶ人も多いと思いますが、彼も神については、人間の五感で感知できないからといって、神がいないという証明にはならない。科学も神の存在は否定できないといった趣旨の言葉を残しています。神なんていないと判断を下すのはやや早計でしょうし、まだ解明されてないことに対して結論から決めつけてかかるとしたら、その態度こそ非科学的だと言われるでしょう。ワス自身はこれまでに日本神道も仏教もキリスト教も幅広く勉強してきましたが、その中でも仏教の教えは現代物理学の特性をかなり正確に捉えていると感じます。例えば、この世界の物質を構成している原子について、原子は原子核とその周りを回る電子からなり、原子核の大きさは原子全体の1万分の1の大きさしかなく、原子、物質の 99.9999% はなんと空間で占められています。つまり私たちは中身スカスカな空間しかない外側の囲いを物質だと思い込んで、現実に存在するものだとみなしています。ですが実際には 99.9999% 中身のないスカスカな空間なのです。太陽から周囲を公転する地球までの途方もない距離1億4960万 km がほぼ何もない宇宙空間で占められているようにスッカスカです。ではその空間のわずか 0.0001% を占める原子核はどうでしょう？原子核はプラスの電荷を持つ陽子と電荷を持たない中性子からなり、それらは素粒子と呼ばれ、物質の根源的存在だとみなされています。その物質の根源である素粒子を見るとどうでしょうか？原子核を形成している素粒子はなんと真空から生まれ出て追消滅を繰り返して、その瞬間瞬間に現れたり消えたりしているのです。なんとも摩訶不思議な現象ではないですか？物質の中身の 99.9999% を占めるのはスカスカな空間であり、 0.0001% の物質の核となる素粒子は瞬間ごとに明滅しているだなんて。これらを物理学の本で学んだ時に、あ、まさにあれだなと思いました。仏教の開祖であるお釈迦様が説いたという定番のあれです。色すなわちこれ、空なり、空すなわち
これ色なり物質世界の実体は空想であり、空想世界の実体は物質でもある。色即是空、空即是色という釈迦の説いた悟りの境地と同じなのです。これを電子顕微鏡その他の科学技術が開発されるよりかなり前に自力で解明して真相にたどり着いちゃったお釈迦様ってやばいですよね。ちなみに色即是空、空即是色という表現は般若心経で見られ、この世のあらゆる現象には実体がない色即是空なのであり、物事は刻一刻と移り変わり滅び去っていく諸行無常なのだから、この世に未練や執着を残さずにあの世へお帰りなさいと、現界にとどまってしまった霊たちを悲願に返す説法にも使われ、龍樹菩薩ナーガルージュナは空を因縁因果の法則のことだと定義しています。ハンターハンターでいう助念師やワスのような条霊師を目指してる人は覚えておくといいことありますよ。余談ですが、ハンターハンターのキメラアント編では、もともとは人間だったものがキメラアントに食べられ、半獣半人のコアラ人間になってしまったキャラがいて、このような空、つまり因縁因果の法則を悟り、生まれ変わりの繰り返しについて語るシーンが印象的です。念能力の解説にしろ、輪廻転生の説明にしろ、目に見えない世界のことも具体的に言語化してくれるので、ワクワク楽しみながら読めるし、興味をそそられますよね。お話を戻すと、とても有名な方程式の一つに E=mc 事乗という天才物理学者アルバート・アインシュタインの導き出した質量 m とエネルギー E の等価式があります。エネルギー E は質量 m× 光速度 c の2乗と等しく、質量 m は光 c とエネルギー E に交換可能であり、光 c は質量 m とエネルギー E に交換可能であると。ここからも目に見える物質と目に見えないエネルギー空間は色即是空、空即是色よろしく還元可能で同等なものと言えます。この他にも宇宙創生におけるビッグバン理論においては、もともとは一塊であり一体だった超高温超高密度の原子宇宙が、まるで風船が膨らんでいくように突如として膨張し始め、次第に温度も密度も低下して銀河同士の距離も遠ざかっていきます。これはワンネスの思想、全存在の一体性とも共鳴しますし、深層意識や無意識下での心のつながりや魂の結びつきも説明できます。すべては一つであり、お互いに干渉し合い影響を及ぼし合っていて、この宇宙に単独で存在しうるものなど何一つないのかもしれません。もっと言えば紙幣にも用いられているホログラフィック原理。これはホログラムのようにどんなに微細でミクロな一部分にも全体のマクロな情報が全て保持されている構造を指します。ユーロ紙幣とか日本円の紙幣に使われてるホログラムのごく一部を切り取ったら、その切り取った一部分から全体像が透けて見えたり、全体を復元することもできる。髪の毛の一本、皮膚細胞の一つから生物の二重螺旋構造の DNA、遺伝子情報が読み取れて、瓜二つのクローンが作られたり、さらにはバタフライエフェクトのように小さな一匹の蝶の羽ばたきが因果の流れを巡り巡って遠く離れた場所に巨大な竜巻を生み出す原動力になる現象など、どんなに小さく見える物事も様々な連鎖を生み出して大きな物事へとつながって波及しているという考え方。このようにミクロな極小の一部分が極大までのマクロを全て包み込んでいたり、あるいは極小から極大を再現できたり、ごくごく微細な変化がゆくゆくは全体にまで影響を及ぼします。これらは禅で言われるただいまに生きることの大切さや天台宗の智義が唱えた一年三千の教えなど、刻一刻に生きる人々の一瞬一瞬のその一年の偉大さや微細な変化が全体へ及ぼす
影響力の大きさにも通じます。いわゆる悟りの境地と呼ばれるものが現代の最先端の科学や物理学、量子力学で語られるような検証結果とも極めて似通っていることがわかるのです。ここまで見てきたように原子や素粒子の構造および質量とエネルギーの等価性 E=mc² は仏教でいう色即是空、空即是色、諸行無常を置き換えたものだし、ビッグバン理論はワンネスの一体性を雄弁に語り、ホログラフィック原理やバタフライエフェクトは一年三千、ただいまに生きる一即多多即一などの不改善の境地や仏法の根本原理を解き明かすものだと言えます。目に見える物質世界と目に見えない精神世界は相互に干渉し合い、還元も可能なので、その境目は合ってないようなものだし、この世界はその瞬間その瞬間ごとに明滅して物事は移り変わっており、揺らぎなく固定化されて独立して存在するものなど何一つとしてない。万物は宇宙の根源にあった一つの塊から派生して今は分離して個々に分かたれているように見えるが、全ては奥深くでつながっている。どんなに微細な一部にも宇宙全体が映っており、影響を及ぼし合っている。こうした回答が科学の最先端を学ぶことで自然と導き出されるのです。物理世界の 99.9999% を占めるスカスカな空間、エネルギー場、量子空間、真空領域、そこにこそ宇宙の謎の根源が潜んでいるし、そうした量子世界の謎を解き明かせないままこの世の仕組みを分かった気になるのもおかしな話です。ワス自身が心霊世界を探求し始めたきっかけというのは、そうした先端科学から導き出される上記の結論に至ったからでした。そこから物理世界の 99.9999%、ほとんど全てを占める量子空間、目に見えない世界との大格闘が始まるわけですが、続きは次回のビデオに回します。さてさて、ここからは恒例のあたおか企画、ピッコロさん、神とネイルと核融合をお届けします。気や波動、量子エネルギーを身近に感じられるいい機会にもなるので、ゆったりと生温かい眼差しでご覧になってみてね。それではレッツスパーキング。こちらすでにご神霊が降臨して膨大なエネルギーを発しているアート作品。前回のフリーザ怒りの大変身によって戦闘力100万以上になった第2形態のフリーザ様に立ち向かうべく、今度は神様と同化済みのピッコロさんがナメック星のネイルさんと核融合反応を起こしてスーパーピッコロさんへパワーアップするよ。はい、今あたかもネイルさんの魂が受け継がれてピッコロさんと同化していくようにスパーキングのお祈りをスタートしたよ。はい、今お祈りを受け取っていただいて2つの魂が霊的に結びついていっております。凄まじい勢いでアートにエネルギーが降り注いで巨大な木の融合が起こっているのを感じ取れますか？ヒューと新しいエネルギーがすごい勢いで注入されていってます。はい、ネイルさんの魂がピッコロさんに宿り終わりました。アートにオーラが充満してみなぎっているのを気の流れでわかりますでしょうか？それではビフォーアフターで見比べます。こちらがビフォー、こちらがアフター。ピッコロさんとネイル融合前、ピッコロさんとネイル融合後、2つ同時に見比べてみるよ。さて、ここでどちらが融合前でどちらが融合後なのか当てっこクイズです。右と左どちらがスパーキングした後なのかわかりますか？はい、答えはじゃじゃん、左側の方でした。
今回はさすがに右側でしょうと思った人はいやはや残念でしたね。スムーズに左側だと当てられた人は気を察知する能力が磨かれている証拠なので、ドラゴンボールの Z 戦士たちへの仲間入りが果たせますよ。左側のピッコロさん核融合後のアート作品の方が、なんという力だ、信じられんほどの凄まじい力が、これがどうかというやつなのか。勝てる相手がどんなやつであろうと負けるはずがない。俺は今究極のパワーを手に入れたのだ。そのように12秒全開で叫んでいるピッコロさんの姿が目に浮かぶようじゃないですか。これなら第2形態のフリーザ様が相手でもそのあふれんばかりの戦闘エネルギーで勝利できそうですね。いや、よかったよかった。次回フリーザ究極の最終形態、また見てくれよな。さて、いかがだったでしょうか。スピリチュアルを科学的に解明するシリーズはさらに続編のビデオをリリースしていく予定です。今回出てきた物理学や量子力学の理論などは様々なホームページや動画などで詳しく学べますので、本当にそうなのかと疑問に思われる方もぜひ自ら理解を深めて探求を続けていってくださいね。エンタメとして面白かったよ、もっといろいろと見てみたいな、そのように感じていただけた人は高評価やチャンネル登録、コメントなど残していただけるととっても励みになります。最後までご視聴いただいてありがとうございます。